あの人が俺の人生を狂わせましたね。これは絶対ありえないです。多分自殺してるんじゃないですかね。変わらんといてよ。ズボンを脱ぎなさいみたいな入れてはないですけどね。いやいや、もう入りそうにもなってないですよ。はい、どうも、それですと、こんにちは、小島よし浜優です。ということで、沖縄の島に浜谷さんに来ていただきました。ありがとうございます。とりあえず乾杯しましょうか。乾杯です。はい、もう3本目ですか。3本目ですね。僕電車で飲んできたんで6本目になります。飲みすぎでしょ。いつもの動画とねテイスト違うんですけど、今日はですね初めての試みなんですけど、対談動画をねやってみようかなと思っておりまして、浜谷さんのことをねまだ知らない方もいらっしゃると思うんですけども、YouTuber の中で、漁師 YouTuber というジャンルがあるじゃないですか。その中でいつでしたっけ最初あったの。もう3年ぐらい前の、僕が3万人でマサルさんが7万人の時に、僕がマサルさんに多分インスタかなんかで DM 送って、はいはい、コラボしましょうって言ったのが最初のきっかけだったと思います。でマサルさんが島に来て、そこからコラボでいっぱい動画を撮って、で今に至る感じですよね。まさか3年前、もう本当に2人とも YouTuber って言えるかどうかぐらいの時にそうですね、出会って、ここまで来るとは思わなかったですね。思わなかったですね。今回ちょっとねいろいろ話したかったのが、僕らちょっと起業したじゃないですか去年。浜谷さんは居酒屋をオープンして、で僕は水産加工場をオープンして、なんでやってるんですか居酒屋。居酒屋なんでやってるかって言われたら、なんかもともと居酒屋やりたいもあって、でたまたまそのお話いただいてやったっていうのもきっかけなんですけど、もともと料理が好きだったんで、料理を提供して美味しいって言ってもらいたいんですよね。美味しいって言ってもらうのがすごい好きで、自分ですぐ料理作って人に与えるっていうかあれですけど、奥さんに食べてもらったりとか、奥さんの友達が来た時に食ってもらってうまいって言ってもらえるのがめちゃくちゃいいなと思ってて。めっちゃいい人やな。そうなんですよ。でそういう時にやっぱ居酒屋いいなと思って、あと居酒屋でもともと働きたいなと思ってて、その夢が叶ったのがまさかの自分で作った居酒屋っていう。アルバイトもしてなかったんですか。アルバイトしたことないですね。だから飲食業界そもそも初めてで、一生懸命考えて、それでもやっぱりやってみたら全然できてないこととかもいっぱいあって、それでなんとか今形になってるって感じですね。しかもあれですよ、メニューも全部考えてるんですもんね。メニューも全部自分で考えて、当然利益出さないといけないから原価計算とかも全部グラム単位で算出して、で何十%っていうあれがあるんですけど、それに抑えてみたいな感じでやってみたいな。大変でしたけど楽しいですね。やっぱこう本気で取り組むっていうのは。今の子めっちゃ生き生きしてますもんね。そうですね。一瞬パチンカスになってましたもん。一瞬パチンカス時期ありましたね。3時間ぐらい撮影して起きて、あとの暇な時間することないからパチンコ行くみたいな。パチンコだったかな、なんか酒飲むかパチンコするみたいな時期も1回ありましたね。俺びっくりしましたもん。小豆島2年前に行った時に「浜谷さんもうすぐ着きますわ」って LINE 送ったら「今当たってるんでありましたね。妹向かわせます」ってありましたね。めっちゃパチンカスやん。確かにありえないですよね。普通に今だったら考えられないです。マサルさんはなんで水産加工事業しようと思ったんですか。どういう経緯とか苦労したこととか。なんかあんま YouTube で熱い思い言ってなかったんですけど、YouTube をやっていくモチベーションって結構自分のためやなって思ってて、工場立ち上げようと思った前に動画毎日とか1ヶ月間ぐらいやってて、再生数とかももうかなりトップの方行って、YouTube もゴリッゴリにやってたんですよ。無人島あったりですかね。12月とかのゴリッゴリにやってみて思ったのが、なんか自分がやってるのって YouTube100 万人いくのとか再生数取るとかって結局自分のためだなっていうのを思って、なんかもっと島の人のためとか自分以外の人のためにできたらいいなって思って始めたんですけど、めちゃめちゃ大変でしたね。もうその話は常々聞いておりましたね。めちゃめちゃ大変でしたね。何が特に大変でした。コロナがやばかったですね。工場に関して、普通工場の人とかに質問に行ったりとかつながったりとかできるじゃないですか。コロナ禍やから島から出ただけでもう「お前マジか」みたいな、沖縄から出るってことは海外に行くのぐらいの感じで言われてて、誰とも出会えないし聞く人もいないし人脈もないし、もう何もできないみたいな。田舎ならではっていう感じですかね。そうですね。あとはやっぱ土地が難しかったですよね。
だから事業を始めるときは土地か物件を抑えた上でやった方がいいですね。なるほど、抑える前からもう走ったんですね。抑える前から走っちゃいましたね。まあでもやっぱ走りながら課題を解決していくっていうの中で解決していった時の達成感っていうのはやっぱあるじゃないですか。ありますね。ちょっとマサルさん燃え尽き症候群みたいに最近なって最近だいぶメンタル回復してました。マジですか。もう一時期はちょっとほんまにこれはきついなっていう感じになってたんですけど、ありましたね、お互い話しててちょっと病んでるなっていう時期お互いあります。ありましたね。僕らだいぶメンタル強い人間じゃないですか。どちらかというとそうかもしれないですね。ですよね。なんて言うんだろう、鈍感っていうか、はいはい、ちょっとしたことはそんな気にならないっていうか、死ななきゃかすり傷みたいな。でももう重症でしたね。浜家さん楽しそうですよね。その居酒屋の大変なことも多分メニュー開発とかもとんでもない時間かかってると思いますけど、いや案外なんて言うんでしょう、組み立てる過程とか自分で想像して、それがこうお店として形になって、最終的に従業員も働ける環境ができて、お客さんも喜んでくれる環境ができたら完成するじゃないですか。それが一つの確かでゲームって言ったらちょっと働いてる人とかにも失礼かもしれないんですけど、人生をかけた壮大なゲームというか。確かに確かに自分の人生とはい自分の全財産をかけたゲームっていうか、そういう感じですね。実際店舗できるのに1080万かかりましたから、改装費ともうその他もろもろ思ったよりかかったんですよね。なんか居酒屋って300-400万ぐらいできるイメージでしたね。いやそれはもうほとんど設備がある居抜き物件とかだったらそうなんですけど、僕が作ったとこはもうコンクリのただの箱だったんで、そこに全部作ってってなると、やっぱ冷蔵庫とかそういうのとか含めたりとか、あとこう言ったら改装費用ですよね。それとかその他もろもろいろいろかかってくるわけですよ。駐車場代だ、従業員の遠い子がいたらそこの家賃だみたいな、さまざまないろんなお金がかかって1080万ぐらい初期投資でかかりましたね。それで言うと思うのが、視聴者の人たち僕らの1080万円結構ちっちゃいと思ってるじゃないですか。はいはい。なんかもう1000万円分プレゼントしますよみたいな YouTuber の人らがいますね。いるから、まあ、1000万ぐらいポンと出せるんやろうなっていう感じありますけど、だいぶこの再生数では1000万きつくないですか。きついっすね。結構な重さありますよね。ウェイトがすごいですね。まあでもマサルさんなんか1億円じゃないですか、約。もうやばいですよ。で今従業員何人ですか。従業員7人ですね。7人。はい。何歳ですか今マサルさん。25ですね。25で7人雇ってるってやばいっすよ。やばいですね。海苔も開けましょうか。これ浜優さんのところで育ててる。はい、実家がずっと海苔養殖やってて、で僕も10年ぐらいは海苔やってたんですよ、一緒に。開けたら秒でなくなるんですよ。うまい、うまい、うまい。概要欄貼っときますね。ありがとうございます。ほんまにお金のなんかいろんな大変なことありましたけど、結局お金が一番しんどかったですね。やりたいこととポテンシャルとかこう行動力、学んで解決していく力っていうのは絶対お互いあるはずなんですけど、お金がついてこないですね。来ないですね。お金があれば僕もっと速いスピードでいろんな事業を進めていく予定なんですけど。ほんまに。あと商品開発が結構難しくて、はいはい、なんかこれうまいなみたいな料理はできるんですよ。はい、例えばいつも僕動画でフライ作ってるんですけど、はい、フライを工場オープンして2週間ぐらい販売できればなと思って、はい、フライなんてすぐ販売できるだろうと思ったらまたこれが大変で、フライって卵使うんですけど、はい、卵をこうやって溶いて、はい、なんかつけてその後パン粉つけたりとかするじゃないですか、はいはい、卵工場使えないっていうのが分かってる。後からですか。そうです。やば。卵の殻って汚いから工場に持ち込んじゃダメですよみたいな、はいはい、どうやってフライ作るみたいになって、そこからなんかすごい衛生的な場所で作られてる卵の黄身を混ぜてある紫外線とかでも殺菌された状態の冷凍された溶き卵みたいなのがあって、はいはい、これ使おうかな、はい、それめっちゃ高くてコスト合わないなってなって、はい、で結局卵なしで作れないかなという風になってきて、で今卵なしでなんとか美味しく作れないかなっていうのをやってたりとかして、めちゃめちゃ規制が厳しくて、本当はいろんな商品出していきたいんですけど。それは水産加工場だから卵が使えないってことですか。そうですね。2人がコラボしてみた YouTuber それぞれ教えてください。コラボしたい YouTuber います？僕はいないです。好きな YouTuber います？お、誰ですか？はじめまして松尾さんが好きです。ああ、一時よく見てましたね。よく喋ってましたね。はじめまして。あの人は好きですね。
あの人面白いですよね。コラボとか絶対できないですけどね。アニメ系の方でだからすねみたいな。僕はなんか YouTuber っていうのはあんま見なくて、人がやってるのはあんまり興味がなくて、どちらかというとサイエンスとか加工して作られた映像のものを見るみたいな、自分の知識に入っていくものみたいな方を見ることが多いですね。それと異世界漫画ですね。これは外せないです。異世界漫画無限にないですか？無限に見てますよ。僕ほとんど読み尽くしてるんで、1話見て面白くなかったらもうそれは一生見ないし、見るやつはもうずっと見てます。だから毎月3万円ぐらい漫画読んでます。マジっすか？ただ今忙しくてほとんど読んでないですけど、何の漫画読むんですかね？結構女性向けの悪役令嬢系見ますね。全然知らない僕はもう王道にチェーンソーマンが好きですね。チェーンソーマンも見ますね。見ます？ハッピーで埋め尽くし、アニメは見ないですけど、アニメよりは漫画派。漫画の方が俺も好きですね。いろんな伏線張られてますからね。名前を言いなさい。マキマさんになんか命令されたいですもん。ちょっとわかりますね。ズボンを脱ぎなさいみたいな。ちょっとはいって下ネタなし。下ネタ。なるほど、失礼しました。下ネタといつから錯覚していたんですか？浜優さんとのイチャつくノリみたいなのあるじゃないですか。はいはい。あれをガチに思ってる視聴者さんがいるんですよ。マジっすか？無人島ではありましたけどね。小豆島のホテルでもありましたよ。確かに酔いすぎた時にね、たまにお酒回るとね。がっつり入れてはないですけどね。いやいや、入りそうにもなってないですよ体重は77キロ。 YouTube 始めたとこから言ったら7キロ太りました。マサルさんは？僕70キロか71キロぐらいですね。おっぱい大きくなりましたね。変わらんといてよマサルさんに質問です。なんで素潜り始めようと思ったんですか？いつからですか？これは僕からの純粋な聞きたかったんですけど。もう保育園の頃、5歳ぐらいの頃からもうずっとオンライン見てて、魚好きしたいなっていうのがあって、そこからですね。小2から。なるほど。名前の由来の通り、浜口勝さんからのそうです憧れみたいな。あの人が俺の人生を狂わせましたね。狂わせ確かに狂いましたね。でも浜口さんいなかったらもう僕普通に大学卒業してデスクワークとかそれは絶対ありえないです勝さんはもう絶対社員無理っす。性格上絶対無理っす。もうそういうタイプじゃないっすもん。絶対自由じゃないと多分自殺してるんじゃないですか。それ確かにストレスはたまりそうですね、それぐらいの性格って僕知ってるんで、何かしら他のことやってたと思います。ほんまに集団生活ができなくて、友達と旅行に行った時とかもだんだん友達と一緒にいるのがうざくなってきて3日目ぐらいから俺だけ別のホテル取って一人行動しだしたりとか。気持ちはでも分かりますよ。なんか変に合わすんが嫌ですよね。僕誰かが来た時とかにいちいち風呂行ってきますとかって言って風呂行かないといけないのがすっげえ嫌いなんですよ確かに分かります。確かにちょっと真面目なやつがあるんですけど、どうしますか？お願いします。将来2人で手掛ける事業は計画してますか？逆になんかできるんですかね？できるんじゃないですか。前電話で話してたのはコラボ商品作るとか、あと居酒屋でマサルさんの工場で作った商品を出すっていうのがあったじゃないですか。できますよね。どっちも余裕だし、なんならコラボの居酒屋出してもいいですし、どっかに。確かに工場を安定させたりすればコラボ商品とかそうですね、できそうですよね。今までの寮で一番怖かった体験を教えてください。寮で一番怖かったのはほんまにちょい3年前ぐらいの時に海苔の仕事してて、それ動画になってるんですけど、その一瞬のシーンはないんですけど、うちの親父と兄貴が海苔のセットを張る時に船に結びつけて引っ張って張るんですけど、その時に船が急にこう右に舵切っちゃって、2人ともビンビンに張ったロープに連れ出されて海の方行ったんですよ。でもエンジンは高回転でバリ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 って回ってるじゃないですか。危うく僕がいなかったら多分ペラに巻かれて死んでいたなっていう時があって、あれがなんか怖かったですね。めっちゃありすぎて分かんないです。怒りが飛んできた、危ないことはようありますよ。危ないことしかない仕事なんで。1回だけ死にかけたことがあって、ライブでは話したことあるんですけど、はい、YouTube 初めてボンベ背負って追い込み漁行ってる時なんですけど、追い込み漁って結構長い網張るんですよ、だいたい高さ10メーターぐらいの網をこうやって張っていくんですけど、網を張るのにボンベ背負ってもうちょっとずつ網を張っていくんですよ。でボンベって3、40分しか持たないんですよ、もうちょいで網張り切れるなってなって、ボンベももう残圧とか少ないけどもういっちゃえみたいな、ボンベって40ぐらいで上がるんですけど、5とかだったんですよ。5とかでやってしまって上がろうと思って、よし張り切ったぞと思って、ね、上がろうとしたらここに GoPro つけてるんですけど、GoPro が網に引っかかって、やばいと思って、ここに引っかかってるんでとりあえずやばいわと思ってこうやって外そうとして外れなかったんですよ。みたいな、海底でです、やばい、これは外れないパターンや、もう覚悟決めようと思って水中メガネ外して後で取りに来ればいいやと
外してそのブワーって上がろうとしたら今度ボンベがガッて網に引っかかって、めっちゃ怖いじゃないですか。もう視界ゼロなんですよ、はい、水中メガネ外したんでって思って、やばいやばい、もう何にも見えない中ここ引っかかってるなと思って、ボンベ引っかかってるけどどうしようみたいな、もうほんまに覚悟決めて、ここにレギュレーターって空気するとこあるんですけど、もう空気最後の一吸いをって吸って、パッて離してボンベを脱ぎ捨てたんですよ、でバコーンって上がろうとしたら今度足入れが引っかかったんですよ。やばいやばいね、もう息も吸えないし何も見えないし、足ひれ引っかかったけど多分足ひれがやったら上がれるやろうなと思ってブワーって漕いで、こうやって水平まで揉め出したんですけど外れなくて、やばいと思った、これほんまに死ぬやつやと思って、一旦冷静になる俺と思って、足ひれを外して、でもうやっと足ひれ外した上がれるわバッて上がろうとしたら、今度もう片方の足ひれ引っかかってもう息持たんぞみたいな、ほんまにやばいな感じで、足ひれ外して海底ではフル装備でいたのに、何にもなくなってパコーンって上がってきてそれ怖かったですね。でもほんまに死ぬと思いました。目開けなかったんですか？目開けてもあんま見えないですよ。無事でよかったですね。それはウェットスーツとか引っかかったらもう死んでましたね。でもこっちがかかってこっちがかかるっていうのが僕あんま分かんないですけど、網がこうやってあってこうやって外してこうやって上がろうとしたら、なるほどなるほど、大網があって頭かかりのこうでこうかかりの足ひれかかりのみたいな、でまた片方かかりの、多分網がちょっとタワーンってなってるんですかね、塩とか。それありますね。でも海底で息グーって吸ってそのまま口食いしばったまま上がったんで、上上がると空気2倍ぐらいになるんですよ、肺がめっちゃ痛くなって、しばらく潜れなかったです。大変ですね。10年後何してるかって話ですよね。10年後浜吉さんはなんか居酒屋チェーン店みたいなの作ってそうっすよね。10年後僕は牡蠣養殖と漁師食堂もやりますし、居酒屋ももっと増やしますし、魚関係とか小豆島関係で盛り上がれることをガンガンやっていけたらいいなみたいな。僕分かんないですよ、10年後。今目標それ立ててますけど、結局今やりたいことをこなしていく毎日なんで、その10年間の間にやりたいこと多分どんどん変わっていくだろうし、今決めてるのがそれなだけで、僕が10年後何してるかっていうのは正直僕は分かんないとしか言えないですね。もう正直分かんないです。分かんないですよね。一歩ずつ進んでいくしか結局できないけど、そうっすよね。ただ10年ぐらい経ったらなんか意外と違う場所に立ってるんですよね。かもしれないですね。俺島に住んでると思わなかったですもん、3年前4年前か。高松に居酒屋出してるとも思わなかったし、ただ小豆島を離れたいとは思わないですね。自然が本当最高なんで、こっちも自然すごくいいですけど、また違った良さですよ。漁師に向いてる人は自然が好きな人、社会に向いてない人言葉遣いとかメールの返信とか苦手な人、俺や、でもやっぱある程度自然が好きじゃないと、海とか、その海に長時間いることにそんな抵抗ない人とか。確かに。でも海から帰ってきたらホッとしますけどね、ムカついたら。特に船だったらなおさらなんか揺れがあるんで、やっと帰れたわ感ありますね。ありますね。あとなんか僕みたいな素潜り漁とかは結構始めやすいんですけど、初期投資的に刺し網とか結構なんかやるってなるんやったら、もしないところから誰かの弟子入りできるぐらいのそうですね、人間関係を構築できる人間違いないですじゃないと絶対難しいですよ。結局可愛がられる人じゃないと教える側も教えたくないじゃないですか。確かに。そうそう、可愛がられる素質がないと無理っすね。それはそうですね。もともと漁師の息子とかやったらね、それは関係ないから。笑顔が素敵で、なんかやっぱ人間って根本的欲求に教えたい欲求があるんで、確かにそれをこう刺激するような父性母性を生み出すような人物、マジでそうですね、そういうのを持ってる人が頑固な漁師のおじちゃんとかが心開いて気に入ってくれる。そういうおじちゃんに気に入ってもらえないと結局漁師の道って今のこの世の中の漁業の仕組みじゃなれないですから。やっぱり頑固になるのは後なんじゃないですか。後ですね。最初は入る時も物腰柔らかじゃないと。実際にその学べてやっぱ嬉しいとか興味を心から示す。だからこそそういうのが好きな人じゃないとなれないと思います。結局、漁師自体そんなに儲かる職業じゃないですけども、お金で入ってくるとかも絶対考えされないですよね。
ということで今日は初めての対談だったんですけども、いかがだったでしょうか。ちょっと使える話と使えない話もねいろいろあると思うんですけども、また好評だったらねやっていこうかなと思いますので、コメント欄でね教えてください。そしてですね、濱家さんの鳥のね URL と濱家さんのチャンネル、あとここに来る前にこの魚のね唐揚げを作ってるんですけど、この魚の唐揚げをね一緒にさばいた動画のね URL を貼っておきますんで、ぜひぜひそちらもねご覧になってみてくださいということで、ありがとうございました。ありがとうございました。それではそれでは押し込まれます。